真理を一番初めに発見されたのは28過去物の最初に書かれている単反からブッダですか？ 28 過去物の中でも能力の優劣があるのでしょうかというそうですね。まあそれはそうないでしょう、だから過去を考えろ。いくらでも過去があるんだからね。まあこれお釈迦様は直接過去のブッダのことを明確に教えているところはないし、どんどん過去ブッダの話が出ていてね、18、ぐらいまで増えてはいるんですけど、お釈迦様に関係あるブッダたちっていう話なんですね。ということは他のブッダたちももっと過去にいたということです。ブッダの優劣はないんです。みんな完璧平等と同じなんです。しかし教える方法に、ティーチングメソッドに差があるんです。それはブッダの能力の問題じゃなくて、教える場合は世間に教えるんだから。世間の状況に応じて、ブッダたちの教えが変わるんです。だから、よく、サリプット尊者も悩んだことがあって、ブッダの教えは長持ちするためにどうするべきかと。たら、お釈迦様は過去のブッダのことを言って、何々ブッダの教えは、お釈迦様、ブッダが涅槃に入られてから間もないうちに消えてしまったと。しかし、何々ブッダの教えは長持ちしまったと。それどういうことかというと、仏教が早くなくなった場合は、この道徳システムも説かれてなかったと。真理だけ教えて涅槃に入られたと。そうすると、清丸人々は即興して、それで終わり。一代、二代で仏教が終わってしまったと。しかし、代々仏教の残ったブッダたちは、カイリス・シーラですね、道徳システム、ヴィネを教えたんだと。ただ、サリプ尊者が、では、お釈迦様の教えを長くこの世にあるようにと、ヴィネを解いてくださいって言ったら、ちょっと待ってよと。で、断るんで、それはあなた方は頼むことではありませんと。ヴィネを解くべきかないか、ブッダは決めますよと。それで、さらに分かりやすく説明します。じゃあ、過去の何人かのブッダたちが、なんでヴィネや道徳システム解かなかったかというと、いらなかったんですね。例えば、全く嘘をつかない社会に、全くインチキ詐欺やらない社会にインチキするなよと、詐欺やらないと言ったって意味があるんですかね。例えば、ある社会で、不邪因は一切、邪因行為、よこしめな行為一切ない。言って意味があるんですかね。人のすまに口を挟むなよと。手を出さないという必要ないんですね。それだったらその社会に真理だけを教えるんですね。だから、面白い矛盾があるんですよ。矛盾ではなくて、なんて言いますか、パラドクシカル状態がね。道徳システムしっかり設定すると、ブッダの教えは延々と長持ちする。しかし、道徳システム設定するためには、社会がだらしない社会でなければいけないんです。悪いことをするはキリがないとかね。だから道徳が必要なんですね。もうそんな性格が乱れて、心が弱い社会の人々をね、道徳システムを教えて、名称で悟ってくださっちゃうと、やらないでしょ、結局は。だからそれはそのパラドックス、お釈迦様言ってますよ。昔は、ブッダの弟子たちはね、お釈迦様は昔は戒律を教えなかったと。でも、みんな悟ったんだと。
今はもう明確にビネプリンシプルスを教えているんだと。ほとんど悟る人々の加速が減ったんだと。だから、面白いパラドックスがそこで成り立っているんですね。だから人が悟らないのに仏教だけ残るっていうことがありがたいか。仏教はそれほど仲間にしませんだけど、ほとんどの人々は悟りに立っていたっていうこと。もうようわからなくなっちゃうんですね。まあとにかく悟りに達することが唯一な最優先な目的だから、そこは優先にした方がいいと思いますね。はい、ありがとうございます。弥勒菩薩という概念が新興宗教などの材料によく使われていることを私は認識しています。阿弥陀如来などのキャラクターをたくさん作り上げた大乗仏教の産物かと思いきや、弥勒菩薩の原案は初期仏教にすでにあったということを最近知って意外に思いました。少し調べてみるとパーリ経典の上部の天輪王経にその記述があるのだと知りました。その内容は世尊が法を説かれ、かつ昔話をし、予言をしたものであるらしいと知りました。これはどのような意図で語られたストーリーで、我々はどのように受け止めればいいものなのでしょうかという。まあ、パーリ仏教では今おっしゃってるテキストに当然、メッテイヤ、という人が名前でブッダになりますよという一行があるんですね。だから古い経典でそれしかないんです。マイトリ・弥勒菩薩のリテレチャー、文献っていうのはスリランカでも結構あるんです。それは後から作った作品でしょ。だから一行に引っかかって、もう妄想を膨らませて、で、だらしない人々はもう、だからこんなわかりやすいんです。今は悟りません。でも悟りなさいっていうの、じゃあ弥勒ブッダの現れた時は悟りますと。でも同じ修行しなくちゃあかんでしょ、そうすると。だったら今やった方が楽でしょってやると、家違いますと、弥勒ブッダ、菩薩、弥勒ブッダ一人残るんです。弥勒ブッダの時は、ブッダの姿見ただけでも悟りますよと。ブッダに水いっぱい差し上げただけでも悟りますよとか、えらいストーリー、膨大なリティチャーがあります。乗りたければ乗ってください。別に私は乗りませんけどね。だから、この質問した方はそんなに困る必要ないんですよ。人間のわがままで怠けでいい加減で煩悩は捨てたくない気持ちで、いわゆるすごいそるがしこい気持ちでしょ。だから観音はそこるはブッダたちをそこるは薬師如来そこるは人間の妄想工場では何でもできますよ。しかし自分が怠け者で、くだらない人間でなければできません。例えば阿弥陀さんを作った工場のその人々は修行したくない、明確でしょうね。やりたい放題だらしない、やりたい放題生き方やりたいんですね。道徳守ったり厳しく自己戒めしていけ、めんどくさいそんなのは。何万だと言っただけでブッダにならない、成仏できんかと。まあ、作りましょうと、作ってるんです。だから心理学的に見れば、ものすごい読みやすい、あまりにも読みやすい。犬猫の気持ちすら読みづらいのに。こういう人々はもう、あまりも読みやすいんです。だからで私は、長部経典にある一行育ててくださいって言いませんが、それはちゃんとテキストとして残っているんだからね。だからそこはこの経典で語ってるところでなんか歴史語ってるんだからね。だから歴史
的な経典である我々知ってる歴史みたいなもう歴史ではなくて、もう仏教で見るなんとなくストーリー的な歴史でしょ。でそれ語ってると当然じゃあ将来これからどうなるっていうことちょっと入れなくちゃいけなくなっちゃったんです。だからお釈迦さんはこれ実際お釈迦さんもおっしゃったのは、もしかすると将来ミルクマイトリーヤっていうブッダが現れるかもしれませんし、その時はこの地域も我々もいないでしょうし、だからまあよくわからない。もうそのブッダに会ってから下脱に達しまって思っちゃってもね、今もだらしない性格でね、まあどうかよくわからないしね。でとにかくお釈迦様はあまり将来に期待しないで、今すぐやることは今やってくださいと。だからまあそれはブッダの科学的なスタンスなんですね。はい、ありがとうございます。